Olá, tudo bem?はるみです。私は今ブラジルで自動車教習に通ってるんですけど、まず最初に適性検査っていうのかな、頭おかしくないかどうか見るテストがありますよね、日本でも。で、あと目の試験で、それが OK だと学科が45時間くらいだったかなあって、それが終わって、その後テストですよね。それも通りました。で、その後シムラド、他のブログのビデオでもその様子をアップしましたが、シミュレーターっていうの、それが5時間あって、でその後やっと実技に入っていくわけです。それが20時間で、今日初めての実技があったんです。それに行ってきました。こっちの実技は日本とちょっと違って、日本って、全国的にどうなのかちょっとわからないけど、私が行った日本の教習所では教習所内に練習するスペースがあって、で、そこで何時間か練習した後に実際に街に出て街中運転したり、高速に乗ったりもするのかな。あと夜運転したりとか。こっちはアウトエシュコーラっていわゆる教習所ですね。そこには練習するようなスペースはありません。ただもうちっちゃい建物で学科の授業をする部屋が一つあるだけで、私の行ってる学校では一つあるだけです。じゃあ実技はどうやってやるのかっていうと、学校から先生と一緒に車に乗ってって、普通の公共の道でもあんまり車通りのないような道で、そこで練習したり、もういきなり道走っちゃいます。最後実技のテストもそうやって道でやります。そんなに難しくない。ただぐるーって一周回って終わり。こっちは、他のビデオでも何回も言ってるんですけど、マニュアル車なので、日本ではね、オートマかマニュアルか選択できますが、こっちでは選択肢はありません。もう絶対にマニュアルっていうくらい、一般的に普及してるのはマニュアル車ばかりなので、マニュアル車をもう嫌でも運転できないと試験受けられません。なので私日本でもうマニュアル車の免許一応取ってるんですけど、でも限定解除で取ったんです。だから4時間の実技しか受けたことなくて、だからもうほぼ素人、ほぼっていうかもう完全なる素人で、もう今また一から覚えなきゃいけないし、今日だから初めてマニュアル車で街中走った。意外と行けたけど、それでも慣れないマニュアル車で、しかもポルトガル語でアクセル踏んでとか、ブレーキクラッチとか、セカンドサードとか、すっごいいろいろ言われるから、指示器左に出して右に出してとか、減速とかすごいわーって横で言われると、結構何やればいいんだっけって、すごいもう足がもう どこ踏んでいいのか分かんなくなっちゃうっていうか、結構パニクるけど、それでも運転自体は慣れてるといえば慣れてるので、私はアメリカでアメリカで運転してた時は、アメリカも日本と逆の左ハンドルか、そっちの運転の方が私は慣れてるので、運転自体はそんなに別にすごい緊張するとかはないんですけど、それでもこれ一応11月12月まで20時間予約できたので、試験自体は30日くらい時間がかかるみたいで、システム上なのか予約がいっぱいなのかわからないけど、どっちにしろ年末の休みにもう学校入るし、試験自体は1月になると思うけど、頑張って練習して1月の試験受けて、そこで通れば晴れてブラジルでの運転免許証が取れるんです。頑張ります。そこで一つ面白い話っていうか、こっちでシミュレーターやった時も、今日もそうだったけど、実技に入る前に必ず先生に、教習官っていうのに運転できるって聞かれるんですよ運転できるって、それはね、学科を受けてた時もそうだと、周りの人たちの話を聞いてると、もう自分
ね、いつも運転してるけど20年くらい運転してるけどなかなか免許取る機会がなくてどうのこうのとか、なんかそういう会話を聞くんだけど、どういうこと？今教習所来てるんだよね、今から免許取るんだよねっていう状況なのに、なんかどうやらこの人も車持ってるみたい、運転してるみたいとか、教習官がそうやって聞いてくるんだもん。運転もできるのって聞いてくるから、いや、私の場合は他の国で免許持ってるから、そういう場合もあるけど、でも基本的にはみんな運転免許証がないから免許証を取るために教習所って通いますよね。でもブラジルって結局無免許で運転してる人が本当に多いみたいで、あと今日の先生言ってたけど、ブラジルでは読み書きができない人っていうのも多くいるから、でも学科試験は読み書きができないともちろん試験を受けられないので、そういう事情もあってもう何十年も免許なしで運転してる人も結構いるみたいで、不思議ですよね。免許取りに行ってんのに運転できるのって聞かれるって、最初は全然もう本当に何言ってんのか分かんなかったら、いやできないよ普通みたいな。面白いよね。でもさっきアメリカで私運転もしてましたって言ったんだけど、アメリカもアメリカでまたシステムが全然違って、私住んでたのはカリフォルニアですけど、カリフォルニアでは向こうは教習所っていうのが義務ではないので、学科試験を受けて通ればもうそこで仮免がもらえて、あとはもう勝手に自分で車その辺で練習して、で実技の時に自分の車を持って試験を受けに行くんですよ。その点ブラジルは一応実技を受けるために学校の車があるので、それでみっちり練習して、試験に挑みたいと思います。今日はそんなところですね。また途中経過どんな感じなのか、何か気づいたことがあれば、これからその運転系の車系の動画もいろいろアップしていきたいなと思っています。私が事故を起こさないようにどうか祈っててください。じゃあね、チャオチャオ、ベーショ。